うわ、すごいすごいすごい。飲める。どうも、エースです。今回なんですが、緊急時の水の確保方法というテーマでお話しします。災害が発生した時、避難場所の確保に合わせて食料、水が十分にあるかなどが不安になります。最近では各家庭で防災用の避難セットを購入して、数日分の食料やペットボトルに入った水を準備している人も多いと思います。人間が生存するにあたり一番重要なのが水です。食べ物がなくても水と睡眠さえしっかり取れれば 2,3 週間は生存可能で、逆に水を全く取らないと5日も持たないなんて言われています。それだけ水は生命にとって重要なものなんですね。今回は緊急時に水を確保する方法についてお話しします。このチャンネルでは自衛隊に関する動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。LINE スタンプ販売してます。まず最初の水の確保方法が作るです。おい、いきなり何言ってんだと思うかもしれないのですが、一応飲み水を生成することは可能なんですね。自衛隊でもレンジャーなど一部の教育では生存自活訓練の中で水を作るというものを学んだりもします。で、水を作る方法というのは大きく2つあります。まず1つ目が空気中の水分を集めるという方法で、地中や草木から発生する水蒸気を集めて飲み水を確保するものになります。一番オーソドックスなやり方は、地面に穴を掘り、穴の中央あたりに水が溜まる容器を置きます。そして草木を集めてきて穴の中に入れ、耐水性のシートやビニールなどで穴を塞ぐように覆います。そして最後に穴の中に入れた容器の上に来るように小さな重しを置きます。これで地面、草木から発生する水蒸気を集め、上のシートを伝って容器に水が落ちるという構造になります。一応コツとしては、上にかぶせるシートは光、熱を通すものがいいというのと、場所にもよりますが、日が当たる場所、水分を多く含んだ地を選ぶといった感じです。で、この水の作り方なのですが、空気中の水分を集めるので、汚染されていないきれいな水を作ることができる反面、めちゃくちゃ時間がかかります。穴の大きさや環境にも左右されますが、コップ1杯集めるのに途方もない時間がかかるレベルと思っていいです。私もレンジャー訓練の時に展示があったんですが、一晩で1滴溜まってるかとかでした。2つ目の水を作る方法が蒸留する方法で、海水など飲み水として適さないものから蒸留して水を生成するやり方です。このやり方もアウトドアではあるあるなものなのですが、鍋などの耐火容器を2つ用意して両方に海水を張ります。そして1つの鍋に蒸留された水を受ける容器を入れ、鍋を重ねます。その後重ねた鍋を火にかけると、熱された海水が水蒸気となり、中の容器に水が落ちて溜まるという装置の完成です。が、この蒸留装置、まあまあハードルが高くて、耐熱耐火の容器を3つも用意しないといけないという点で、そもそも長時間火を確保しないといけないので、薪などの燃料を用意したり、火起こしができる装備が必要です。効率よく水を確保できはするのですが、環境次第といった感じですね。続いての水の確保方法が採取です。水の採取にはいくつか代表的なものがあるのですが、まずはじめに思い浮かぶのは雨ではないでしょうか。降り始めの雨は大気中の汚れを含んでいるため、飲み水としては適さないようなのですが、本降りになってからの雨は蒸留水に近い水質になっているため、一応飲み水として適していると言われています。ただ、場所によってはひどい大気汚染などもあるので、できればろ過、煮沸してからがベターです。ただ一点、大きなたらいなんかを外に置いてても、よほどの大雨でない限り、十分な水が確保できるまでに時間がかかることがあります。なので、雨水を採取する際は、容器の面積が大きければ大きいほど短時間で集めやすいですね。あと、雪はどうなんだという意見もあると思うのですが、雪中キャンプに慣れている人はやってますが、雪は火にかけて溶かせば飲用可能です。ただ、雪に関しては結構大きめの不純物が混じっていることがあるので、最低限コーヒーフィルターや茶パックなどでゴミをろ過してから飲むのがいいかと思います。そして続いての採取方法は沢からの採取です。沢というのは簡単に言うと流れている川ですね。沢の水は上流に行けば行くほど綺麗なことが多いので、キャンパーなんかでも沢の水でコーヒーを入れたり料理したりする人もいますよね。自然界の水を採取する時の注意点なのですが、必ず流れのある場所から取るという点です。というのも、流れのないため池や水たまりなどは濁っており何が入っているかもわからない。かつ動物や虫の死骸、糞なども混じっていることがあるので、なるべく流れがあり、澄んだ水を採取するというのが鉄則です。そしてこの沢の水採取に関しては、
場合によってろ過が必要で、細菌や汚れなどをできるだけ取り除いてからでないと飲むのが危険なこともあります。また、ろ過できなかったとしても、最低限煮沸はした方がいいです。ざっと緊急時の水の確保方法についてお話ししましたが、一番現実的なのは採取なんですね。ただ、そうそう条件のいい水源なんて見つからないので、ろ過と煮沸はセットでしないと飲むのはちょっと怖いです。ろ過と聞くと理科の実験でやったことあると思うのですが、ペットボトルにガーゼや木炭、砂や砂利を入れて作るろ過装置を思い浮かべる方もいると思います。これ、砂や砂利、木炭なんかの汚れを落とす必要があり、作るのにそもそも大量の水が必要なんですね。また、緊急時にこんなのが都合よく準備されているなんてこともないと思います。で、今回なんでこんな動画を作ったかというと、災害時やアウトドアに最適な電動式携帯浄水器を提供いただきましたので、それの紹介を最後にします。結論から言うとめちゃくちゃ良かったです。こちらの浄水器、グリーショー GS2801 という商品で、電池駆動による自動浄水機能を持った携帯浄水器になります。2800mAh のリチウム電池内蔵で、180分間の連続使用および1台で1000リッター以上の水をろ過可能にもかかわらず、重量は 350g で大きさは 500ml のペットボトルより小さいです。さらに緊急時には嬉しい LED ライト付きで、暗闇でも安全に水が採取できるようになっています。気になる浄水力はどうかというと、5段階の浄水システムにより 99.9999% の細菌をろ過することができ、厚生労働省水質検査適合品になっています。今回は私の身の回りにある自然界の水をろ過して実際に飲んでみたいと思います。今回試すのは家屋の屋根から集めた雨水です。なんかちょっと黄色いな。はい。一応比較としてコンビニで買ってきたミネラルウォーターです。で、こっちがさっき汲んできた雨水を溜めてるタンクから取った水です。カメラ越しだとちょっとわかりにくいんですが、肉眼で見ると明らかにこっちが黄色。これからこの雨水を浄水してみたいと思います。と前に、一回ちょっと飲んでみましょうか。うわぁ、めちゃくちゃ怖いな。ちょっと匂ってみますね。鉄の匂いがしますね。めちゃくちゃ怖いけど、一口だけいってみますね。ちょっと、サビの中にあった水っていう感じかな。では、今から、明らかに濁ってる水を浄水して、きちんと飲めるものになるのかどうかっていうのを試してみたいと思います。それでは、一旦これを組み立てていきます。ではですね、準備ができたので、こっちのさっき溜めた雨水をポンプで引き上げて、浄水した水をこっちの空のグラスに入れていきたいと思います。まずは、これをこのまま中に入れて、で、こちらの透明のホースの方をこっちに入れます。では、電源を入れてみます。お、すごい。お、出てきた。結構早いっすね。この時点で、パッと見、めちゃくちゃ透明になってるのがわかりますね。ちょっと待って、すごいぞ、これ。うわー、カメラじゃわかりづらいけど、全然違う。正直。綺麗さが全然違う。見た目だけあれでもわかんないと思うので、ちょっと飲んでみますね。まず、匂いいきますね。全然匂わない。匂いなくなってますね。で、ちょっと飲んでみます。全然飲めますね。これすごいですね。ちょっとびっくりするぐらいすごいですよ。明らかに綺麗になっているのはわかるんですけど、若干ミネラルウォーターとは違う味はします。これは水道水とかでもあるとは思うんですけど、全然飲めない味ではないっていう感じ。ちょっと冒険してみましょうか。全く流れのない亀の中に入った水草まみれの水。いや、これはちょっときついかもしれないですね。一旦ここの表だけ綺麗にします。はい。ちょっと減っちゃったんですけど、なんかレモネードみたいな色してますね。ではこれを同じようにこっちのコップに浄水していきたいと思います。うわー、すごいすごいすごい。見てください。いや、すごいよ。
最初これですからね。この違いですよ。じゃあね、匂いから変えていきましょう。まず、こっちの汚い方から。絶対飲んだらダメな匂いがしますね。で、続いてこっちの浄水した水の方。すごい匂いしない。ちょっと飲んでみますね。飲める。でも、ほのかに草の匂いはちょっとだけします。飲めるぐらいの味にはなってるんですけど、匂いが若干まだついてるかなっていう気はします。でも、ほのかにですよ。でも、すごい。はい。実際に汚れた水を浄水して飲んでみたのですが、結構良かったですね。このグリショ GS2801 なんですが、ここがもうちょっと良ければなという点では、せっかく大容量のバッテリーを積んでいるので、USB のアウトプットをつけて、非常時のモバイルバッテリーとして使えれば良かったかもという感じがします。また、使用した後、再度保管する場合については、洗浄剤を使用してフィルターを消毒したり、乾燥させたりする必要があるので、少しメンテナンスには時間がかかります。が、緊急時の携帯浄水器としては本当に優秀だと思います。また、自動給水型ではなく、こちらのハンディタイプの GS282 という携帯浄水器もラインナップであり、ストローのように吸うタイプの浄水器です。こちらは同様の浄水機能を維持したまま、軽量、コンパクトになっており、防災セットの中に1本持っておくのもいいかもしれません。今回紹介した浄水器の購入リンクは動画説明欄に記載しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは本日はこれにて、調教終了です。